聖者に慈悲深い死をもたらすエイジリアの特選の聖女だった彼女は今、死の火種と死の意味を探し求めて聖者の大地を旅している。一方、流れに逆らい生死の境界を越え万物を静寂に帰す冥界も彼女を呼んでいる。今回の一手請求ではオクヘイマの納棺師であり死影の次女でもあるキャストリスに迫っていこう。迫っちゃダメじゃん。確かに今回は戻って請求に解明しておくか。あんたが強くなればいいんじゃない？サフェルさんには何か考えが？ハゲたら強くなるって言うでしょ。手伝ってあげるよ。では何枚抜いたらキャストリスに近づけるか見てみよう。キャストリスは記憶の運命を歩む量子属性のキャラクターだ。島問いの呪いを背負う彼女は聖者に触れることはできないが、その代わりに闇と戦う力を持っている。引きこもり姫は優しいけど人と関わるのが苦手でさ、からかいがいがある子だよ。でも本気で怒らせたら人生を大金帰宅させられちゃうかもね。通常攻撃では大釜で指定した敵単体に量子属性ダメージを与える。うわー、高そうな大釜。今度一緒に組んだら触らせてもらおっかな。戦闘スキルでは指定した敵単体および隣接する敵に量子属性ダメージを与える。この時 SP は消費しないぞ。代わりの代価は？ SP の代わりに味方それぞれの残り HP を一定割合消費するんだ。やっぱ組むのやめとこ。だがそれが火力アップにつながるぞ。味方が HP を失うとキャストリスの余ダメージがアップする。また信頼というチャージシステムを持っているんだ。この上限はフィールドにいるキャラ全体のレベルと関係し、味方全体が HP を1失うたびにキャストリスは信頼を1獲得する。奇跡瓶の中の暗流覚醒後、味方が治療を受けた時キャストリスは信頼を一定数獲得できるんだ。信頼が上限に達すると必殺技を発動できるようになる。発動後記憶の精霊紫龍を召喚し行動順を 100% 早め境界異性の冥域を展開するぞ。境界内では敵全体の全属性耐性がダウンする。紫龍を召喚すると味方全体の余ダメージが一定ターンの間アップするんだ。こんな大きな竜が買えるなら腕っぷしも強いってことだよね。どうしてだ？筋骨隆々だから。思わず笑いを禁じ得ないな。紫龍はキャストリスの添付の余ダメージアップ効果を受けられるが行動回数に上限がある。フィールドにいる時紫龍は味方の後陣となる。その場合敵のターゲットにはならず味方のスキルの拡散を受けることもできない。また味方がダメージを受けても HP は1を下回らず、代わりに紫龍が消えるまで超過分のダメージよりも高いダメージを紫龍自身が受けることになるぞ。あの竜はただものじゃない。その庇護の元なら死にすら抗えるかもしれないよ。死は終わりではなく神聖の始まり。紫龍と共存するキャストリスにも同じ力が宿っている。キャストリスを獲得している、または現在のパーティーにキャストリスがいる場合、1回の攻撃で HP がゼロになった全ての味方キャラが月の眉状態に入る。状態中キャラは即座に戦闘不能にはならず1回の行動が可能だ。行動後次のターンが回ってくる前に治療を受ける、またはバリアを獲得すると月の眉状態を解除する。そうでない場合は即座に戦闘不能になるぞ。紫龍がフィールドにいる時信頼は獲得できない。また紫龍は自身以外の味方が HP を失うと同僚の HP を回復するんだ。奇跡瓶の中の暗流覚醒後、自身以外の味方が治療を受ける場合でも紫龍は HP を回復できるぞ。また紫龍がフィールドにいる時キャストリスは戦闘スキルが強化され SP を消費せず紫龍以外の味方それぞれの HP を一定割合消費し紫龍と連携攻撃を発動するんだ。精霊スキル冥暴作総根では紫龍は敵全体に量子属性ダメージを与える。また精霊スキル解明焼き払う息吹では
紫龍が自身の最大 HP の一定割合を消費し敵全体に量子属性ダメージを与えるぞ。このスキルは重複して発動可能で、その場合は強化されるんだ。自慢のフクロウくちばし砲は完敗だな。残り HP が一定値以下の時にこのスキルを発動すると、精霊添付勇虚脱略の回翼と同じ効果が発動する。紫龍が消える時、数段の攻撃を行う。1段ごとにランダムな敵単体に量子属性ダメージを与え、味方全体の HP を回復するんだ。この竜荒っぽいよね。ブワーってやった挙句自爆しちゃうんだもん。紫龍が一定回数行動する、または HP がゼロになるとこの効果を発動して消え、境界異性の免疫が解除されるぞ。秘技を発動するとキャストリスは冥暴状態に入り、敵が近づけなくなる。状態中キャストリスが敵を攻撃すると範囲内全ての敵と戦闘に入り、同時に紫龍を召喚するんだ。戦闘突入後は味方それぞれの HP を一定割合消費し、紫龍の行動順を 100% 早める。秘技を発動しなかった場合は一定数の信頼を獲得するぞ。ではまとめよう。死の権能を持つキャストリスは複数の敵との戦いに長けている。主に紫龍の炎と自爆によってダメージを出すぞ。味方が治療を受ける、または HP を失った時に信頼を獲得し、たまったら必殺技で紫龍を召喚だ。紫龍の余ダメージは自身以外の残り HP と関係している。紫龍以外の味方が受けた治療と失った HP が自身の HP に変換されるぞ。 HP を回復できる味方や HP を消費して火力を出す味方と組めば紫龍の火力がアップするというわけだ。熾烈な息吹と天地を滅ぼす爆発であらゆる生命を刈り取ってしまうぞ。へえ、この紹介を聞いても逃げない連中がいるんだ。意外。さてここでクイズ。キャストリスばっか狙う者は誰だ？バカ者。その才能が羨ましいな。キャストリスが秘技を発動し、冥暴状態で敵を攻撃して戦闘に突入した。秘技の効果ですぐに紫龍を召喚。紫龍の行動順が早まり、自身の HP を消費して容赦なく敵に炎を浴びせ爆発。敵は木っ端みじん、大金きまだだった。2ウェーブ目の敵が襲来、大金帰宅の隙をくれないようだ。ギャラガーが必殺技を発動。敵全体に酩酊状態を付与した。これで味方は敵を攻撃するたびに HP を回復するから信頼もたまりやすくなったな。ミューリオンのチャージが満タン。精霊スキルで即座に行動。戦闘スキルにより味方が失った HP で信頼がたまった。再び紫龍が戦場に降臨。今回は自爆するまでもなく炎の息吹だけで敵が灰と化した。さらに敵が登場。強化戦闘スキルを発動。ダメージを与えると同時に味方の HP を消費して紫龍の HP に変換だ。ミューリオンの精霊スキルで再行動。戦闘スキルを発動。紫龍のターンがやってきた。荒れ狂う烈焰が降り注ぎ、灼炎の下が全てを飲み込む。ゴーンとともに生命は灰となり、残るは死の静寂のみ。大金帰宅。計算できたよ。引きこもり姫と張り合うためには羽をね。まさか本気で？当然。裁縫女が狙ってるってことは超豪華に決まってるんだから。あんたは強くなれて私は大儲け。悪い話じゃないでしょ。私は売り物じゃないぞ。しょうがない。じゃあ画面にあるものをもらってもいい？それなら何でも。画面にあるものなんでも？このミスター袋に2号はない。太っ腹。じゃあ取引成立ってことで。それじゃね。